カブじいさん。はい、背骨の圧迫骨折でカブに乗れずただのじいさんになっていた私ですが、6ヶ月ぶりにカブじいさんとして再スタートを切ることができました。桜シーズンに間に合って本当に良かったです。ちょうど桜満開のシーズンに来まして、 YouTube 元ブロガーのジョーバイクさんがお声かけくださった日本の桜を見に行こうプロジェクト2024のね、動画撮影も兼ねて近くの埼玉県吉見町桜堤公園へ行きます。で、その間ですね、この6ヶ月間の思いですとか、あと桜シーズンに感じるこの65歳を迎えたじいさんがどんなこと考えてるか、その辺をねお届けできたらなと思ってます。当初ですね、北海道ツーリングから戻ってきまして、背骨が圧迫骨折してるということをね知ってですね、3ヶ月ぐらいで治るでしょうと言われてたんですけどね、なんだかんだで6ヶ月ほど経ってちょうどこの桜のシーズンに重なったというか間に合ったというか、私としてはね、この桜シーズン、このクロスカブ小次郎でねお花見ツーリングできるのは本当ラッキーだったなと思ってます。本当感謝しています。またですね、私の背骨のことをね気遣ってくださった皆様、本当にご心配をおかけしました。ようやくですね、カブじいさん復帰しますので、今後ともですねぜひ動画ごひいきにしていただけると幸いです。カブじいさん。はい、今ね埼玉県吉見町のね桜堤公園の方へねアプローチしてきてるところです。菜の花が咲いてますね。はい、桜堤の脇まで来ました。1年ぶりにこの桜堤来ましたね。天気もいいですし最高のお花見日和です。実は私のクロスカブですね、小次郎くんですけど、ちょうど今から3年前2021年に納車したんですよね。で、ちょうど春のシーズンということで荒川の河川敷をねあちこち走ったりしていたんですけど、ちょうど桜シーズンでねここへこのクロスカーブ小次郎でね来ましたね。ここは私と小次郎にとってはね思い出深い場所になるんです。いつもですとね、その3年前このクロスカブをね納車した日のね動画についてリンクからご覧くださいなんて紹介してますけど、その動画があまりにも拙すぎてですね、ちょっと皆さんに見てもらうのはこっぱずかしいってことで、カブに出会ってから3年間私の人生が変わったっていう動画へのリンクを貼ります。ぜひ見てください。私の家からこの桜堤まではそう遠くない、30分ぐらいでね来れる場所にありますんでね、手頃で、そしてこの約2キロにわたって250本のね桜がこのようにね植えてあるということで、手軽にこの桜の風景、そして菜の花の咲き乱れる風景をね満喫できるんでお気に入りの場所なんです。いやー、それにしましてもですね、このクロスカブを納車してからもう3年も経ったっていうのがほんと嘘のように早いですね。3年間があっという間に流れてしまいましたね。私のチャンネル開設初期の拙い動画からずっと見てくださっている方も、そして最近私の動画を知ったという視聴者さんの方も、全ての皆さんに改めて感謝の気持ちをね伝えたいですね。始めた頃は YouTube にね自分の動画をアップできることの楽しさでいっぱいだったんですけど、そのうちね動画を頻繁にアップしていくことが大変ねしんどくなってきたんですよね。で、だんだんねなんだか趣味なんだかね、これ重たくてかえって辛くて何なんだろうなんてね考えちゃうような時もありました。それっていうのはちょっと本末転倒なんですよね。
ということでインターバルを決めて動画をアップしていくという、そういう追われるようなスタイルではなくて、私自身がね楽しく続けていくことができるような、そんなマイペースで期日を決めずに気楽にアップする、そういうスタイルに切り替えていくことにしました。こうやって桜をですね、毎年1回春にね見るにつけね、いろいろと思うことがあります。4月といえば桜といえば4月。日本では4月というのは伝統的に年度の切り替わる時期ですよね。学生さんであれば入学、卒業、進学、そして社会人への就職とかね、会社の中であれば移動のシーズンでもあったりしてね、人との出会いや人との別れが少なからず起きる、そんなシーズン。自分が年齢を重ねていっているってことをね、何気なく意識させられる、そう感じさせられる時期、それが桜のシーズンで、心の中でね、その人との出会いや別れとかいろんな転機っていう時期と桜の風景っていうのがリンクしているんですよね。桜を見ることでそうやって1年がまた経ったんだなと、365日経ったんだなってそう感じる、そういう思考経路になってるんですね。それは私の頭の中ではの話です。で、桜はねふわーっとね咲いたかと思うと、あっけなくぶわーっとね桜吹雪になってひら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 ーっとね散っていく、そのシーンがいつの頃からか自分がね過ごしていくこの一年一年と重ねてね、あっという間に時が流れてっているっていうイメージとも重なるんですよね。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、桜のつぼみができて花がパッと咲いて散るまでの一瞬っていうのがまるでその一年の営みとなんて言うんでしょう、重なるというかね、ほんと一瞬のような気がしちゃう、そういう感覚になるんですね。こんなことを考えるのは私だけなんですかね。皆さんはどうでしょうかね。かぶじいさん。それとですね、いつの頃からか、55歳を過ぎたくらいからですかね。60ぐらいになった頃か。この桜の風物詩を一体自分はね、あと何回見れるんだろうかってことをね、考えちゃうようになるんですね。これは多分ね、年を重ねると皆さんが思うことじゃないですかね。1年に1回だけこの素晴らしい景色を見れる。でもそれは永遠に見れるわけじゃないんですよね。いつか見れない時が来るんですよね。でこの愛おしい景色をね、あと何回見れるのかな、自分はいつまで元気なのかななんてことをね、年寄りになると考えてしまうんですね。去年の秋口に北海道ツーリングで、背骨を痛めて以降ですね、約6ヶ月バイクに乗るのは禁止ってお医者さんに言われましてね、せっかくの冬のキャンプシーズンもねバイクに乗れず、この楽しいシーズンを空振りで過ごすのかって、とってもね辛い半年間過ごしてました、改めてねそういう時期を過ごしてみるとね、自分が健康で自力で歩ける、バイクに乗れる、そしてこういう風景を楽しめる、桜のシーン、菜の花のこの景色を楽しめるっていうことがいかに幸せなことか、決して当たり前じゃない、健康じゃないとできないんだってことをねつくづくと感じさせられましたね。健康第一っていうのは本当その通りだと思います。よく世間では人生100年時代なんてことを言いますけれどもね、実際
健康年齢っていうんですか、自分で普通に歩けて何不自由なく生活できる、そういう健康体でいられる年齢っていうのは、なんと日本人男性の場合は71から72くらいと言われてます。もちろんそれを超えてもね、75、80、85になってもご健在で活動されている、大先輩方はたくさんいらっしゃいます。ただ平均で見ると71、2歳が健康年齢、男性のね。女性はもうちょっと上みたいですけど。ということは、私今65歳なので、あと66、67、68、69、70、70、あと6、7年がこうやって過ごせる。たった6、7年。それしかないんだって思うとね、この今、健康でこうやってね、株に乗ってあちこち徘徊できる、このありがたみっていうのをね、つくづく感じざるを得ないですよね。ほんと今、一瞬一瞬をね、謳歌したい、満喫したい、楽しみたい、時間を無駄にしたくないって思いますね。はい、今ちょうどですね、この桜堤公園の一番突端にあるね、記念碑のところへ来ました。ここでね、ちょっとチェアリングしてね、コーヒーとね、お菓子をいただこうと思ってます。かぶじいさん。かぶじいさんチャンネルは、還暦を過ぎた私、かぶじいさんが、クロスカブとの出会いで人生が変わったをメインテーマに、ツーリング、キャンプ、ハイキング、登山、旅行、様々な道具、そして人生のお話などなど何でもありのゆるいチャンネルです。よく噛むのがたまに傷ですが、ドンマイン。チャンネル登録、高評価にコメントもどうぞよろしくお願いします。ちょうど去年のね、この時期もこの桜堤公園に来てね、グランドシートしてお寿司食べたりしてね、楽しんだんですけど、今回はね、ちょっと腰を痛めてたってこともあるんで、ちょっと見てわかりますでしょうか。コルセット巻いてね、あんまり腰に負担かからないようにしてます。でね、グラウンドに地べたで座るとね、ちょっと腰に響いたりするんで、この折りたたみの椅子でね、チェアリングなんて格好つけてますけど、椅子に座って、家から持ってきたコーヒーと、これ、埼玉では有名な埼玉メーカー十万石まんじゅう。うまい、うますぎるってやつですね。これをいただきながら桜を眺めてます。もう最高の気分ですね。振り返りますとね、私が埼玉に引っ越してきて以来ですね、毎年家族でね、ここへね、お花見に来ていましたね。もう何回来たかわかんないです。今ではね、私と家内と義理の母親で一緒に住んでますが、子供たちはもう巣立ってね、ここへ一緒に来ることはなくなりました。義理母も今はね、車椅子生活ですのでね、ここへ来ることもないです。そういう私たち家族をね、この桜堤はね、見守ってくれてたのかなとかね、思いますね。はい、十万石まんじゅうをね、堪能してコーヒーもね、味わいましたのでね、今度はこの桜堤公園反対側をね、走ってみようと思いますね。こちら側の方が菜の花がね、いっぱい咲いててとっても綺麗なんですよね。そういえばですね、今思い出したんですけれども、ちょうど3年前ですね、私が株に出会って、このクロス株の株主になって乗るようになったその以前はですね、実は、ドローンでの空撮にすごいハマっている時期がありましてね、この桜堤公園ね、空撮によく来てました。当時はまだ法律がそれほど厳しくなくてですね、この吉見町の役場にですね、許可を得てですね、ドローンで空撮よくやってましたね。
その時の映像もちょっとね、ここに差し込みますね。はい、これですね。これ2019年の春の桜堤公園の様子ですね。ドローンからの空撮になります。いやー、このね、約2キロに及ぶ堤の様子がね、上空から見るとほんと綺麗でしてね。とっても良かったなぁと、この頃はほんとね、ドローン空撮にハマってました。その後ですね、いろいろと航空法もですね、厳しくなりまして、ドローンをね、飛ばすのもなかなか手続き厳しくなりましてね、それとともにドローンの趣味からはね、ちょっとね、足を引いてしまいました。こうやって見ますとね、空撮で上から見る桜の並木の様子とこの地上から見る桜の並木の様子っていうのは、全然雰囲気が違うんですね。地上から見ると、晴れているとですね、こうやって青空バックに桜の淡いね、色合いがとても映えて見えますね。綺麗です。上から見るとね、青空バックじゃないんで、また違った色合いに見れるんですね。こうやって桜の花がこうつぼみから花びらになってわっと咲いて舞い散っていくこの様をこうやって眺めていきますとね、この1年前、そのまた1年前、2年前、3年前、4年前、5年前とね、この場所にいた自分がまるで一瞬でね、1年という時間の流れを飛び越えてここにワープしてきているかのような、そんな1年という時間の短さをね、しみじみと感じるんですよね。人生における1年っていうのはほんとあっという間だな。この年をとって今65歳を迎えてからはつくづくそう思うようになりました。かぶじいさん、今までこのかぶじいさんチャンネルで私の人生観とか今後の老後どういう風にね過ごしていこうかなどのねトークを何回かお送りしてるんですけれども、時はですね、定年後ですね、早くリタイアしてもう余暇の時間を思いっきり満喫しようって思ってた時期がありました。ところがその後ですね、自由な時間を何に使うか、そういうプランがないと時間を持て余してしまうんじゃないかということを考えるようになりましてね、今は60歳過ぎて雇用延長で働いているじいさんです。仕事を続けることによって生活や趣味を楽しむための糧が得られ、そして週末の休日が働いてるからこそ生き生きと楽しむこともできる、そんな風に考えた次第なんですよね。もちろん仕事をねきっぱりやめて第二の人生をね、日々を生き生きとね満喫する、そういうねスタイルも本当ありだと思うんですよね。これは人それぞれの価値観だと思います。この還暦を迎えてからの人生観とか余暇をどう使うか、そういったねトークに関してはねリンクに貼ってますので、まだご覧になってない方はぜひ一度ね見ていただければなぁと、そんな風に思います。冒頭でもちょっと話しましたけれども、健康でいられる年齢っていうのが平均71、2歳だとすると、私に残された時間っていうのはあともう6、7年しかないと。こうやってねバイクに乗って四季を感じながら走れる、そういう時間っていうのは意外にそんなに長くは残されてない。そう思いますとね、ここへ来て、1週間のうち5日間ずっとねサラリーマンとして働いていくことによって、自分の時間がどんどんね仕事に注がれている状況っていうのを今一度見直してですね、そのライフワークバランスっていうのを考えて、自分が自分らしく生き生きと生きていけるため、そのためにね時間を使いたいなっていうこともねやはり思うんですよね。
ですから働いて生活の糧を得る、それも大事だし、残された時間を自分が有意義に生き生きと生きていける、そのために使う、そういうことも大事。そのライフワークバランスを取るっていうのがとても大事なんじゃないかなと最近ねつくづくと思う、そんな株じいさんです。はい、いつもの動画ではね、なんかね、ふざけたアホみたいなね、ダジャレばっかり言ってるじいさんですが、まあこういったね、人生、これからどう過ごすかなんてこともね、ちょっとね、語ってみたところですね。はい、今回の桜をバックにの人生観の話、いかがだったでしょうか。はい、まだチャンネル登録をされてない方、ぜひチャンネル登録をしてですね、次回以降の動画もぜひ見ていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。かぶじいさんでした。今回の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いします。週末土曜日不定期で動画をアップ中です。どうぞよろしくお願いします。